はいどうも、ホルモン島田チャンネルのフィッシャー島田です。そろそろ暖かくなってきて気持ちのいい季節になりましたね。花見でも行ってピクニックしたいです。そこでピクニックに持っていけそうな手軽にできるワンハンドグルメ紹介します。その名もサバサンドです。それでは早速やっていきましょう。世界三大料理といえばフランス料理、中華料理と並んでトルコ料理があります。そのトルコ料理の中でも一番有名なのはケバブですが、トルコのイスタンブールではとても愛されているグルメの一つにサバサンドがあります。トルコ語ではバルックエキメッキといい、バルックは魚、エキメッキはパンを意味します。サバサンドはバケットに焼きたてのサバやレタス、玉ねぎを挟んだ簡単な料理です。トルコの主食はお米ではなくパンで、2000年には世界で最もパンを食べる国としてギネス記録に認定されたほどです。その時の1人当たりの年間消費量が199キロで、だいたい食パン6枚切り1枚 67g なので、1日食パン8枚を365日毎日食べている感じです。めちゃめちゃ食べてます。ちなみに2位はチリの86キロで、かなり飛び抜けていることがわかります。また日本は世界で10位で、1人当たりの年間消費量はトルコと比べ10分の1の 16.8 キロだそうです。今回使うサバはスーパーで買ってきたのですが、生サバより値段の安い塩サバを選びました。塩サバとは旬の時期に水揚げされたサバをさばいて塩水に浸し、その後干して作られます。なぜ生サバよりも塩サバの方が安いかというと、サバをはじめとする青魚は非常に傷みやすい魚のため、鮮度が命です。生のまま早く消費者に届けるには流通にもコストがかかるため、水揚げ後に塩漬けにすることで保存性が高まり、流通コストを抑えられます。ちなみによく年齢をごまかしたりすることをサバを読むと言いますが、そのサバは魚のサバから来ています。サバは傷みやすく数も多かったため、早口で数えられ、実際の数と合わないことから、いい加減に数を数えることをサバを読むとなったそうです。今回のサバは産地はノルウェーで、原産国は中国となっています。ノルウェーで釣った魚を中国で骨抜きなどをしてから日本で販売されているようです。なのにこの安さ、不思議です。サバをこうやってまじまじ見ることってあまりないですが、サバ柄が結構かっこいいです。東京リベンジャーズのドラケンのタトゥーみたいです。それではサバサンドを作っていきます。すでに塩漬けされているので、下味は特に必要ありません。下処理がないので時短にもなり、サバ特有の臭みもないので塩漬けおすすめです。油を引いたフライパンに皮面から焼いていきます。結構しっかりとカリッと焼くのがおすすめです。次にフライパンにバターを入れてバゲットを軽く焼きます。続いて中に入れる玉ねぎやキャベツ、レタスなどをカットしていきます。スライスした玉ねぎに塩を振って手で揉み込んでおきます。バゲットにレタス、キャベツ、玉ねぎと野菜を並べ、最後にサバを乗せて挟めば完成です。めちゃめちゃ簡単です。お皿に移してレモンを添えればこれでいいんだよな。これぞ3分クッキングです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はリビジョン IPA を飲んでいます。このリビジョンブリューイングは2017年に作られたネバダ州に拠点を置くブルワリーです。その翌年にワールドビアカップの最難関部門と呼ばれるアメリカンスタイル IPA 部門で金賞を受賞し話題になったビールです。非常に透明感のある黄金色で、かなりフルーティーな味わいです。苦味は程よく抑えられていて、シトラスのような爽やかさがあってとても美味しいです。それではサバサンドを食べてみます。すいません。ちょっと舐めてました。正直サバをパンに挟むだけなので、ある程度予想はしていましたが、これはめちゃくちゃ美味しいです。アメリカのジャンクフードのような足し算足し算した料理ではなく、限りなく引き算をした結果出来上がったシンプルなサンドイッチだからこその絶妙なバランスがいい感じです。塩気のあるサバにシャキシャキの玉ねぎやレタスの相性が最高です。さらにサバの脂もいい感じでジャンク感をもたらしています。ちょっと塩で玉ねぎを揉んだことも良かったですね。ポイントはしっかりとサバを焼くことです。これがサービスエリアの売店であったら思わず買っちゃうかもしれません。また味変でヨーグルトソースとかをかけても合いそうです。ビールにももちろん合いますし、コーラとかも間違いないです。孤独のグルメでも言っていましたが、お茶とかも合うのでいつ食べてもフィットします。これはサンド革命です。本当に簡単な料理ですぐ作れて、これが友達の家とかで出てきたら天
手の込んだ料理だと思いますし、テンションも上がっちゃいます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。サバサンドいかがでしたか？かっこいいので得意料理はサバサンドにします。他にも美味しいサンドイッチあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。